皆さんこんにちは。フットワークセンター講師の久村です。この動画ではですね、課題、それぞれの課題ですね、それに沿った、詳しい解説動画になっています。で、今日はですね、早速作業に入りますけども、まずは資料ですね。皆さんお手持ちにおそらくあると思います。この木工の基礎を学ぶの3の1のページですね。こちらを元に進めていきたいと思います。で、今日やることは、まず墨付けですね。はい、じゃあやってみましょう。それでは、墨付けの作業に入りましょう。こちら必要な、定規類になります。皆さん教室でも使われているおなじみの、定規たちですね。まずはスコヤ、小さい差し金、150の平定規。今回は使いませんけど自由定規。こちらは今後のためにご用意してください。あとは消しゴム、シャーペン、鉛筆、そして最後に白紙。こちらが墨付けに必要な道具になります。そうしましたらですね、墨付けにあたり、必要な材料。こちらは課題で使われていた、アルラーですね。30mm×30mm。で、長さが 500mm。こちらをご用意してください。で、まずはですね、墨付けをする前にですね、まずやらなきゃいけないこと。それはこの材料がですね、直角かどうかを必ず確かめる。これが非常に重要です。その時に使うのがこのスコヤになりますね。で、まずですね、スコヤをこういう感じで当てていくと。で、見てもらいたいポイントは、手前、真ん中、奥。最低この3点は見るようにしましょう。この時に光が漏れてなかった。光が漏れてなかったら、今見たこことここの角は直角だよということです。直角でしたらこういう印をしておくと分かりやすい。はい。こういった感じで残りの面も直角かどうかを調べていきます。基準面という基準となる面を作っていく。これは勝手に自分で設定します。まず、ここ、第一基準面。ここは、第二基準面。ここの面とここの面は直角ですよという、これが印になります。はい。そしたらですね、今度この材料の長さを測っていきましょう。当てると今、500です。まずはですね、500の真ん中、250。ここにポイントを取りましょう。ポイントを取ったら、スコヤで墨を描いていきます。この時注意しなければいけないのは、スコヤのつま手は基準面に常に
接していること、これを気をつけてください。はい。はい。そうしましたら、このセンター図にぐるりと一周つなげていきます。先ほども言いましたが、つま手は基準面に当てていくと。つま手は基準面。もし線が曲がってしまったら、すぐに消してください。これで墨付けができました。シャーペン墨がですね、どうしてもうまく綺麗につながんないという方、これはうまくやるポイントがあります。まずは、普通に引く。この時に、あまり力を入れない方が綺麗な線が引けます。はい。で、次の面に、引く時、シャーペンをですね、あらかじめ最初に引いた線のポイントに置くわけです。そこにこのスコヤを持っていく。これで引くと必ず綺麗につながります。はい、センター墨が一周回りました。次はですね、この平定規、150の平定規を使って、センター墨から右に50、左に50、いったところにポイントを打ちます。ポイントを打ちましたら、最初に引いた線と同じやり方でまた一周していきます。こういう感じですね。そうしましたらですね、
センターから50、50いっているので、端から端は100になるはずですね。100。次はですね、これを5ミリピッチ間隔のところに今度はポイントを打っていきます。で、こちら半分はですね、この白書きの練習をしたいので、ひとまずは開けておきましょう。今取ったポイントをまたつなげていきます。シャーペン積み、これで終わりました。次は、残った50ですね。こちらは、刃物積み。この白垣を使って引いていきます。まずはまた5ミリピッチでポイントを打っていきます。その時はですね、スコヤをまず大外の隅に合わせる。そこに平定規を当てていきましょう。ここですね。白垣で5ミリピッチ。ポイントが打てましたので、まずはですね、引くときはですね、引いたポイントに白垣の刃先を置きます。そこにスコヤを当てに行くと。で、引いていきましょう。この時ですね、力をなるべく入れない。そして2回、3回に分けて線を引いていくような感じになります。1本引けましたので、これをぐるっと1周。ポイントはですね、次の面に線を引くとき、次の面に引っ掛けを与えます。白垣をクイッと。引っ掛けをまず与える。そのきっかけに刃先を当てて、スコヤを当てて、引いていく。そうすると必ずつながってきます。ポイント当てて、引っ掛け当てて、これで一周つながります。あとは残りも同じように回していきましょう。
白髪機はですね、あまり力を入れないのがポイントです。力が入るとですね、要はこれ刃物なので、材料を今傷つけてるわけですね。力を入れて引くと、かなり深い傷になってしまいます。これをノコギリで処理するときに、この引っ掛けの入り口が残っちゃう可能性があるんですね。これは後でまた説明しますけども。なので、刃物炭はなるべくスッと、力を入れずに引くのがいいと思いますね。刃物炭でですね、こういった失敗してしまった、こういう箇所はですね、あくまで今墨付けの練習なので、まあ修正してもいいんですが、ひとまずこのままで、まあ、これは練習すればいずれうまく弾けると思います。なので、残ったところで墨付けの練習をしても構いません。はい。失敗したからといって、こうなんですかね、あまり落ち込まずに練習に励みましょうということです。それでは今日の、作業ですね、墨付け、シャーペン墨と刃物墨終わりました。次回の動画ですが、次は引き墨、これをやり、後にノコギリの練習をしていきたいと思います。じゃあ次回また。